マッチボックスの72分の1スケールグラディエーターの仮組みを行います。マッチボックスですか。かなり年季の入ったキットですね。最初の金型が登場したのは1972年なのだ。マッチボックスのプラモデル部門が始まったばかりの頃ですね。マッチボックスというとミニカーの印象も強いかもしれないけど、1970年代から1980年代にかけて飛行機や戦車、艦船などのプラモデルも展開していたのだ。特に72分の1スケールの飛行機と76分の1スケールの AFV が有名なのだ。成型色が派手なことでも有名ですね。2色や3色のランナーを使っての多色成形はマッチボックスの大きな特徴なのだ。子供でも作りやすい商品を意識していたわけですね。一方で服用機や大型爆撃機といった他のメーカーがあまり出さない機体も積極的にキット化していたのだ。現在でもファンが多いメーカーですよね。今回のグラディエーターはマッチボックス初期の商品の一つなんだけど、今回のパッケージは1982年頃に発売された新箱版なのだ。それでは実機についてもお願いします。グラディエーターはイギリスのグロスター社が開発した単座戦闘機なのだ。試作機は1934年9月に初飛行しているのだ。1934年というと単葉戦闘機への移行が始まっていた時代ですね。グラディエーターは服用機なんだけど、イギリス空軍に採用された戦闘機としては初めて密閉式操縦席を備えた機体であり、同時に最後に採用された服用戦闘機でもあるのだ。新しい部分と古い部分が同居しているような機体ですね。飛脚は引き込み式ではなく固定式。それでもブリストルマーキュリー空冷星型エンジンと洗練された機体設計によって服用戦闘機としてはかなり高い性能を持っていたのだ。主な型式はマーク1とマーク2ですか。そうなのだ。マーク1は主に2枚の木製プロペラを装備、マーク2では3枚の金属製プロペラが採用されているのだ。さらに海軍向けとして C グラディエーターも作られているのだ。第二次世界大戦にも参加しているんですよね。開戦時には旧式になっていたけど、フランス、ノルウェー、北アフリカ、ギリシャ、そしてマルタ島の防空などで戦っているのだ。ベルギー、ノルウェー、フィンランド、中国、スウェーデンなど様々な国で運用されたのだ。今回のデカールにもスウェーデン空軍機が入っていますね。スウェーデン空軍 F8 所属の J8 とイギリス空軍第73飛行隊の K7984 を選べるのだ。どちらも1938年頃の銀色塗装となる戦争中の迷彩機ではなく、戦前の華やかなマーキングを楽しむキットなのだ。同じ72分の1スケールでは他にどんなキットがあるんでしょうか。古いものではエアフィックスや LL、その後にソード、ホビーボスなどからも発売されているのだ。そして現在の基準で代表的なのは2013年に登場したエアフィックスの新金型なのだ。エアフィックス版は操縦席やエンジンもかなり細かいですよね。形状、表面表現、組み立てやすさのバランスが良く、現代的なグラディエーターを作りたい場合はエアフィックス版が有力な選択肢なのだ。マッチボックス版は少ないパーツでマッチボックスらしい多色成形と素朴な設計を味わえることなのだ。発売から半世紀以上、どんな組み立てになるのか楽しみですね。海外の作例では全体として簡単で楽しいキットという評価がある一方、操縦席の簡素さや張翼を取り付ける支柱の位置には注意が必要という意見も出ているのだ。そのあたりを確認しながら仮組みを進めていくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは銀色の機体に鮮やかなマーキングを施した機体がイギリスの田園地帯らしき場所を飛行しているのだ。赤い車輪カバーと胴体側面の青、黄、オレンジが目立ちますね。それでは中身を確認していくのだ。ライトグレーのランナーが1枚、ミディアムグレーのランナーが1枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図となるのだ。マーキングは2種類。イギリス王立空軍第73飛行隊所属機、スウェーデン空軍 F8 所属機となるのだ。マッチボックス特有の多色成形というわけで、機体パーツは33点となるのだ。服用機ですが少ない部品点数ですぐに形になりそうですね。ではマッチボックスの72分の1スケールグラディエーターの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツ構成となるのだ。座席と操縦席床の構成ですね。当然
簡素な構成なので搭乗員フィギュアがつくのだ。ここは当然登場していただいた方が良さそうね。次はエンジン周りなのだ。カウリングとプロペラも含めての紹介となるわけね。そうなのだ。カウリングとプロペラを含めて全部で7パーツ構成となるのだ。エンジンもちゃんと再現されていますね。エンジンを包むようにカウリングで挟み込む。そして前方からカウリング前面を取り付けるのだ。カウリングはエアインテーク部分が別パーツとなっているわけね。プロペラはスピナーと一体成形なのだ。プロペラは軸止めがあるわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？基本大モールドになるのだ。一部凸表現もある感じなのだ。続いて機種部分の組み立てね。機種部分は全部で4パーツ構成。胴体に組み込んでいくのだ。主翼はどうでしょうか？まずは火翼からで左右それぞれ1パーツずつとなるのだ。胴体に差し込むわけね。続いて乗翼の組み立てとなるのだ。ふむふむ。乗翼は全部で3パーツ構成となるのだ。乗翼の左右に翼管支柱を取り付ける。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。と言ってもエルロン部分のみかな。次はラダーの取り付けね。胴体の垂直尾翼にラダーを取り付けるのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体後部に取り付ける構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができないのだ。結構厚みがありますが透明度はどうでしょうか？透明度はかなりいいと思うのだ。次は足回りですね。まずは試脚からで左右それぞれ2パーツ構成となる。試脚とタイヤってことですね。出来上がりはこんな感じなのだ。次は尾輪ですね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付ける感じなのだ。最後に細かいパーツですね。左右の火翼架には機銃を取り付けるのだ。ゴンドラタイプですね。最後に総評なのだ。今回はマッチボックスの72分の1スケールグラディエーターの仮組みレビューを行ったのだ。1972年に登場した金型で今回のパッケージは1982年頃のものですね。そうなのだ。まず部品点数は全部で31点。72分の1スケールの単発戦闘機としても少なめで構成自体はかなりシンプルなのだ。服用機なので見た目ほど簡単ではなさそうですけどね。そこがポイントなのだ。胴体や火翼を組み立てるところまでは普通の単発機と大きく変わらないのだ。ただし乗翼を支柱の上に取り付ける作業と左右の傾きや前後位置を揃える作業は服用機ならではの難しい部分なのだ。パーツ数は少ないけど乗翼の位置決めには集中力が必要というわけね。海外の作例では胴体の合いも比較的良いという意見があり基本設計そのものは悪くないみたいなのだ。50年以上前の金型としてはなかなか検討していますね。そうなのだ。特に注意したい場所はどこでしょうか？作例で指摘されているのが胴体側から伸びる支柱と乗翼側の取り付け穴の位置なのだ。無理に曲げて入れると乗翼全体が歪んでしまいそうですね。もう一つはエンジンカウリングなのだ。やや厚くて重たい表現なので後端を薄くすると見栄えが良くなるのかな。操縦席はどうでしょうか？操縦席はかなり簡素なのだ。床、座席、パイロットを中心とした構成で操縦桿や計器類の細かな再現はないのだ。密閉式キャノピーなので中身はそこまで見えないかもしれませんね。そのままパイロットを乗せて昔ながらのキットとして楽しむなら問題ないのだ。表面のモールドは現在のキットとは雰囲気が違いますね。基本的には大モールドと一部凸モールド表現、ハフ張り表現が使われているのだ。大モールドは少し太めですね。そうなのだ。マッチボックスらしいモールドとなっているのだ。ハリセンについてはどうでしょうか？キットにはハリセン用のパーツは入っていないので追加する場合は伸ばしランナーやテグスなどを使うことになるのだ。実機写真や新しいキットの説明書参考にした方がいいのだ。ハリセンをしなくても完成はしますけど追加すると服用機らしさが一気に増しますね。機体が小さいので全ての線を再現しようとせず目立つ部分だけ追加するのもありだと思うのだ。デカールは大丈夫そうですか？40年以上前のデカールなので割れや糊の劣化には注意が必要なのだ。使う前に不要なデカールで水につけるテストをして危なそうならリキッドでカールフィルムなどで補強しておくと安心なのだ。
入手のしやすさはどうでしょうか？現在は中古模型店やオークションが中心となるのだ。過去の落札価格が平均1000円から2000円台という実績が確認できる。送料を含めて2000円前後なら組み立てようとして検討しやすい価格だと思うのだ。どんな人におすすめできるキットでしょうか？部品点数だけなら初心者向けだけど、完全なプラモデル初心者向けとは言いにくいのだ。基本的な飛行機を何機か作ってから初めての服用機として挑戦する感じですね。そうなのだ。細かな操縦席や精密なモールドを最初から求めるなら新金型のエアフィックス版を選んだ方がいいのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。